こんにちは、のすけです。沸騰冷却専用の PC ケースを自作する企画。前回の動画で電源ケーブルの配線が完了。今回はスイッチを作って電源投入までやっていきます。ということでいつものようにアクリル加工から、ドリルで穴を開けて、ノコギリで穴を拡大。ヤスリで切断面を仕上げます。出来上がりはこんな感じ。今回、回り止めのあるパネル実装部品があったので、楕円の穴をヤスリで成形するのに苦労しました。キヨさんに作ってもらったスイッチボックスを取り付けて、ヒンジと一緒に固定します。主電源のモーメンタリースイッチは赤色をチョイス。で、回り止めが必要だったのはこの部品。スイッチの回路に、オンオフのキースイッチを追加します。キーをひねる動作をした時にガタつきが出ないように、回り止めがついているみたいです。ぴったりはまりました。通電を表示する LED を取り付けて完成。スイッチパネルの見た目はこんな感じになります。で配線作業なのですが、また散財してしまいました。納期優先なので、今日会議まではお財布に、紐をつけないと心に誓ったのですが、そろそろお財布がホワイトホールになりそうです。とりあえずハンダ付け。マザーボードからフロントパネルの LED に供給される電圧は約 4V とのことなので、購入した LED のスペックシートに近い 220Ω の抵抗を、アノード足が長い方に取り付けます。配線がブラブラすると危ないのでホットボンドで固定。こんな感じになりました。スイッチの回路はこんな感じ。キースイッチをオンにしないと、モーメンタリーのボタンスイッチを押しても通電しないようになっています。ATX 電源の使わない配線からスリーブを追い剥ぎして、スイッチ関連の配線を被覆します。こんな感じにできました。いざ、ケースに取り付けていきましょう。配線をまとめるやつも 3D プリンターで召喚しときました。後入れ不可の構造なのでちょっと分解が必要。めんどくさいですが、致し方なし。スイッチパネルは斜めのフレームと一緒に取り付けます。ケーブルまとめるやつを大体の位置に固定して、ケーブルを加えるだけの簡単なお仕事。こんな感じでフレームに沿うように配線してみました。マザーボードのフロントパネルヘッダーまでの長さを測って、いいぐらいのところで直近します。用意しておいたヘッダーのピン数と合うコネクタに接続。圧着ペンチは今回購入したアイウィスのものを使用したのですが、AWG16 から26まで対応していて、導線と起伏部の同時圧着が可能。ロック機構ありで解除もできる。安い割には良いものだと思います。こんな感じにできました。マザーボードに接続。アクリルに留める部分が欲しいですね。後で作っておきます。表側はこんな感じ。他のケーブルと同色なので、まとまりはあるんじゃないでしょうか。そういえば、PC のパーツを紹介していませんでしたね。CPU は赤組に所属なので Ryzen 7 7765W。7が好きなのでこれにしました。マザーボードは GB の A620i、AX。AMD600 シリーズのミニ ITX。HDMI と DP 両方のポートがあるのはギガだけでした。すんなりに画面出力はしたいよね。メモリーは安心安定のクルーシャルプロ、DDR5 56GB の2枚組です。今回初めて DDR5 を買ったのですが、切り欠きの差が小さくて、反対に刺すところでした。SSD はウェスタンディジタルのブラック 1TB。DOSV の金リコメンドだったのでこれにしました。中華の熱伝導シリコンパッドを貼り付け。マザーボードに搭載するとこんな感じ。このギガバイトは下側にヒートシンクがあります。クルーシャルプロの黒いヒートシンクもかっこいいです。今回は動作確認なので、沸騰冷却ではなくてリテールの CPU クーラーを使います。
このクーラー、65W の CPU 付属のくせに立派すぎ、直付けタイプのヒートパイプが付いています。これは沸騰冷却が負けそう。CPU グリスは MX4 が余っていたのでこれを使用。AM5 のヒートスプレッダー。どこまで CPU グリスを塗ればいいかわけわかめ。クーラーを取り付けて、とりあえず完成です。という遊びが毎日できる PC が爆誕しました。UEFI も無事起動。CPU、メモリー、SSD もちゃんと認識されています。一発で問題なく起動したのでマジびっくり。ということで、これでやっと普通の PC に。次回からは沸騰冷却の準備を進めていきたいと思います。と思っただけで、宿題がいくつか残っているようなので、本当の次回は宿題提出になりそうです。ということで、次回もお楽しみに。ではでは。